おはようございます。アーキースチュデントです。今回は貸率を計算するプログラムを作っていきたいと思います。では行きます。まず、事前にビレップに解析面とファサードと部屋を取り込んでおきました。こちらのライノのレイヤーで部屋、解析面、ファサード、もしこちらの1、2、3がファサードの種類になります。部屋は、部屋が、とりあえず全部表示させていくんですけど、部屋がこちらですね。穴の開いた、一面に穴の開いたものですね。こちらは面で作っております。そして、こちらが解析面ですね。こちらに結果を表示させていきます。そして、ファサードが、一種類目がこちら。こちらですね。そして、二種類目が、こちらですね。これと、これと、これ、これと、これですね。そして、三つ目が、三つ目が、こちらですね。この、今表示されているファサード、こちらの面全部が3番になります。これらを、ライノ上からグラスホッパー上に移しました。こちらがファサード1です。そしてこちらが部屋になります。ファサード1と解析面と部屋だとこのような状態になります。そこから説明をしていきます。まず、こちらの、取り込んだものを見やすくするために、ワイヤーフレームを出していきます。こちらをファサードに入れて、プレビューをオフにすると、こちらで線が可視化できました。次にやっていくのが、Ladybug Visibility Percent というコンポーネントを使っていきます。こちらの Ladybug Visibility Percent。Visibility Percent が可視率になります。こちらにつないでいくのが、まずビューポイントですね。どこから見るかという点を指定していきます。こちらのライノの点を適当な場所に置いてあげて、ちょっと解析面が高い、ちょっと Z より高いので、こちらをこのぐらいに上げていきます。こちらの移動するガムボールが表示されていない方は、こちらですね。一番下のガムボールをクリックで、青くなったらガムボールが表示されます。そして、ポイントで、こちらを取り込んでいきます。右クリック、セットワンポイント、ビューポイントにつなぎます。こちらが視点ですね。そして、ジオメトリーとコンテクストをつないでいきます。ジオメトリーは解析面をつなぐので、こちらですね。そして、コンテクストは遮蔽物、つまり部屋やファサードになります。部屋やファサード1をつなぎます。
次にグリッドサイズですね。こちらの解析面をグリッド分けするときの一つのグリッドのサイズを指定していきます。0.0、0.1 ぐらいにしておきますね。0.1 でつなぎます。そして、トグルですね。トグルを出します。そうすると、こちらで、このトグルを true にしていくことで、計算がスタートされます。では行きます。今、結果が可視化されました。こちらどうなっているかと言いますと、ここの点から見た部屋が、例えば、ファサードがこうあったときに、ここの点から見える範囲を示しています。ここのピンクの部分が見えない部分で、青い部分が、可視化でき、ここに立って見える範囲になります。他のファサードでも試していきます。こちら3番で試していこうと思います。ここでつなぎ直します。そうすると、このように、ここには壁があり、ここに開口部、ここに開口部があるので、このように、ここの手前の点から見た室内のどこまで見えるかっていうのを可視化してくれています。手前の方は見えていなくて、奥の方は見えているって感じですね。そして真ん中に壁があるので真ん中は見えていないという感じです。このように、ビジビリティパーセントは可視率を計算してくれます。例えば部屋の中から外を見たいというときは、この点をここに置いてあげて、っていうのをちょっとやっていきたいと思います。一回切って、こちらの点を移動させます。ガムボールで移動させて、解析面を少し大きくしていきます。解析面を表示させてください。全部映っちゃいました。解析面をここで少し伸ばせるので、こうやって、この緑の点をクリックして伸ばしていきます。これを新しくビレップを用意していただいて、ビレップ、右クリック、セットアンビレップ、そして解析面をジオメトリにつなぎます。この部屋の中から見た可視率ですね。こちらを計算していきます。ちょっとこちらの解析面を切っておいて。では行きます。このように、青い部分、こちらが、ちょっとこっちは計算が合ってないですね。こっちのファサードがある部分は、部屋がつながれていないのか。部屋をすいません。コンテクストにつなぎます。そうすると、もちろんこちら向こう側、壁の向こう側は 0%、部屋の中から見た壁の向こう側は見えないということで、ピンク色になっていて、部屋はここから見たら
どこも見渡せるので 100%。そして、部屋の中から見たときに、手前の部分だったり、ここに壁があって、その向こう側はピンク色になっており、見えないということになります。開口部があるところは青くなっており、見えるということになります。こうやってビューポイントを移動させることで、視点を移動させて、いろいろと試すことができるかと思います。今回は可視率を計算するプログラムを作っていきました。ところどころ説明があやふやですみません。チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。